あ、出るやん。すげえ。はい、今回は奈良県の南部にある、南部でもないか、ディープスポットの商店街を訪ねたいと思います。で、奈良県御所市の商店街をまずは探索。で、時間があれば大和高田。で、再開発を免れてまだ残っているところですね。大和高田御所。この辺りは結構古い建物がそのまままだ残っているので。末広商店街。お好み焼きタコ。井戸ある井戸。井戸のポンプあるやん。これまだ動くんかな。さすがにこれ動かんやろ。あ、出るやん。すげえ。井戸出るやん、これ。あ、でもちょっとなんか、ここおかしなってるやん。マスクしながら、ヘルメットしながら、バイク押したら死ぬな、これ。井戸あった、井戸。あ、これバイク屋か、チャリ屋か、ホンダの店。ホンダの店やけど、もうダーしか残ってない。もしかしたらダーだったのかもしれないけど。あ、ここや。新地商店街。末広商店街とこの L 字になってる。あ、店閉まっとるやん。やばいな。はい、新地商店街。ここが、合成市の駅前にある商店街な。もう合成の駅も結構古いんやけどね。合成の駅も結構古くて、雰囲気が、20年前、30年前ぐらい、タイムスリップしたような商店街ですね。なんかほんまに。すげえな。甲子園か昔の。これなんかモダンなやつ。モダンな柄。小田う。結構な距離短いな。ママの喫茶店。もぬけの殻。こういうとこ商売やりのむずいよな。特にこんななんか車通ってる車が普通に通るようになってるから、はっきり言って商店街としては成り立たんやろ。こんな状態でなんか普通に歩行者軽視の場所って感じで、商店街としては珍しいですね。あ、ここにも山崎ショップあるんじゃん。店が開いてないな。今日は日曜日の昼間なんですが、日曜日の昼間で店が開いてないって結構やばい。もう商売をやる気があんまりないって感じ。あ、これ山崎ショップと思ったら電気屋やった。亀屋電気商会やけど花売ってる。昔電気屋やったけど今花屋にくら替えしたんや。この感じね。でちょっと路地それたらこんな。すげえ。何これ。すげえ。ディープゾ
なんだこれ、ディープゾーンや。ちなみにこれ住宅地めっちゃ密接してるからでかい声出せないというね。でかい声出せないというね。この状態で残る意味が分かんないな。まあ解体費用をケチってるのかな。いい、これ斜めになってるもん。補修した方がいいぞこれ。あ、でもこの上の断熱効果を期待してるってことか。あえて取らない主義。あ、これ地元のやつここで買い物する気ゼロやろ。通り抜けに使ってるだけやな。でここが一番の目玉ポイントじゃない。東海ホールパチンコ屋なんだけど、ここ看板昔あったんやけど看板取れてるな。写真で見るとあたかもなんか無人の商店街のように感じるんやけど、実際来てみるとめちゃめちゃ人多い。しかも車がクソほど多い。だからゆっくり見られへんなこれ。看板撤去したからインパクトがなくなったな。放出中。まあ、古いパチンコ屋の店内とか中パチンコマシンみたいなのないっすね。普通の民家のガラクタまみれで、まあ、ここがさっき撮った末広商店街のポイント。こっちの方がなんかいい感じやな。こっちの方がいい感じやな。このホンダの店とかね、まあ、現役やったら結構活気やったようなアーケード商店街。この井戸のやつ見ていこう。でも最近結構これ珍しいよね。これでもなんかどぶくせえなこれ。しかもなんかぬるいし、まあ、しゃあないか。ドブっぽいな。なんかドブの水混ざってんなこれ。だからこんな状態で放置されてるんや。あっちいね。じゃあ次大和高田行こう。交通量めちゃめちゃ多いな。これ平成2年ってめちゃめちゃ昔やん。30年前やん。30年前の事故今頃やってんの。時効ちゃうんこれ。これ天神橋水商店街やな。ここはまあこれは普通の商店街やな。新しいアーケードも新しい。活気もあるわ。お墓やっぱこう基本的にこのツタが絡まってんのが多いな。で商店街の真ん中にこのお寺があってお墓が、でその真横にこんな近代的なビルがある。リール売ってる。リールめちゃめちゃ古いリールやな。バイクのミラー、バイクっていうか原付か。トッティでこれ。トッティおったな。めちゃめちゃ懐かしい。一応知ってる映画あった。他ないな。ジーコ主演日だまりの11。取り置き CD。
こっち来た。ちょっとそれてこっちの方が多分いい感じやろ。子供服ポニー。こっちの方がいいな。商店街の中のとこは中途半端ですね。ちょっと古いね。ちょっとめっちゃ古いか。もうやってないね。でここまでで終わりで、もう一本本命のところがあるんで、そこ行きます。うどん屋趣味全開。趣味全開。あのうどん屋以外は空いてないっぽいか。こっちは何もないで、こっちも何もない。何の店や。サーフショップ。サーフショップ奈良でサーフショップ。これ何の店やろな。意味深な。距離としては短いな。じゃあ店が開いてないからほとんど通り過ぎてしまうから。ここは昔天神橋あったってこと。そう、ここに橋あったやな。だから天神橋商店街っていうんちゃう。でもなんかここも建物、なんかモダンな建物やな。ここも店やったんちゃう。全然違った大和国際日本語学院。でもビル自体はなんか昔っぽいけど。またあったぞ。ちょっとこっちも見ていこう。なんか古い店があるけど言うほどでもないか。すげえ。やたらこのねツタに絡まった家が多いですよね。多分これヒートアイランド化に対抗してるやつだと思うんやけど、でこういう空き家だと思いきや普通にこの家人住んでたりするからね。商店街シリーズ面白いようで面白くないような気がする。なんかいまいちはっちゃけられないな。だいたい商店街通るときってみんな静かに通るやん。独り言言ったりせえへんやん。独り言言って歩いてるおっさんとかやばいやん。それになるからな。撮影しながらとはいえやってることは変わらんからな。だからなんかねテンション落ちるんですよね。俺は何をやってるんだという、ふと我に返って。そんなこんなで商店街シリーズ奈良のちょっとディープな商店街でした。果たして需要はあるのか分かりませんが、さあというわけで古い商店街奈良県の御所市と大和高田行ってきましたけど、
古い商店街でも様々あるんやなっていうのが分かりましたね。古い商店街でもやる気があって活気がある、今でも活気があるところもあれば、もう全くやる気がなくなり、シャッター街もしくは、店開けてても全然商売っ気のない愛想も悪いクソみたいな対応しかできない店もあるということがよく分かりましたね。クソみたいな対応ってどこの店か言わないけど、めちゃめちゃ愛想悪い変なもうなんかもう客に来てほしくない感バリバリ出してるおばはんの店がありましたね。50代ぐらいのおばはんやったけど、めちゃめちゃ嫌味な言い方で、なんなんだあいつは、そらお前シャッター街になるわって感じやなという感じのところもあるということがよく分かりましたね。だからなるべくしてシャッター街になったってことやろな。そりゃそうやんな。コンビニとかさ、最近めちゃめちゃもう社員教育とか店員のスタッフの教育ちゃんとやってるから、変な店員ってほとんどいなくなったりな。たまにいるけど癖の強いやつがもうほとんどいないですよね。そういう接客に慣れてしまった昨今、ああいう変な昭和の駄菓子屋のおばはんみたいなわけのわからんいけずなおばはんの対応に遭ってしまうと、もう二度とこんなとこ来るかよってなるわな。そらもう一回行きましょう。再び前戻ってきた。あ、ここで右行ったんや。あ、店開いてる。居酒屋開いてるやん。さあ戻ってきた。新地商店街夜。ここほんまなんか懐かしさはあるよね、この商店街の感じは。